うぽあおう。皆さんこんばんは。本日もあつ森実況やっていきますよ。さて今日もしまくりを。ちょっと待った出た久しぶりのちょっと待った。マリサさんこのコメントを見てほしいのだ。石っぽい家具前デザインも含めてレンガの道とかも禁止にしないと石禁止しまくりの意味がない気が。なんだってこういうのもダメってことじゃないの？お城の門は石に見えなくもないが、公園の噴水って石なのか？マリサさん石で作るとお高くつくので公園の噴水の素材はコンクリートだなも。じゃあこれは OK だよな。それはそうとレンガの前デザインも石じゃないような気がするんだけど。レンガの素材は石ではなくて粘土、つまり土なのだ。だよな。タヌキチには悪いが石が使われてるようにしか見えないこいつは撤去だな。ちょっと待ったーだなもう。うるさすぎ笑えん。リメイクすればいいだなも。そうだな、せっかく買ったのに使わないのはもったいないものな。というわけで改造の兄貴よろしく頼むぞ。買い替えてほしいと言うべきだっただなも。今更遅いわね。こうやって見てみるとダークグレー以外はどれを使っても良さそうな気がするぜ。アイボリーはレンガなのか石なのか。石じゃないだなも。タヌキチも自信がなさそうなので確実に大丈夫そうなのを選ぶぜ。というわけでブラウンに決定。これなら確実にレンガに見えるものね。では元の位置にお城の門を戻してだな。何をしようと思ってたんだっけ？知らんがな。じゃあちょっとヘルメットをかぶれば思い出せるかも。で？どうなの？何にも降りてこないな。あんなところにハンバーガー少女のウェンディさんが。そう今回はウェンディさんのためにハンバーガーショップを作るんだったぜ。今思いついたようにしか思えないんだけど。それではまず前回飾った飛行場前の左側にマイデザインを貼って道を伸ばしていくぜ。早速マイデザインの節約？統一感を持たせるためだから節約では断じてない。ちなみに今回お借りしたマイデザインはこんな感じ。全部で10枚ね。素敵なマイデザインを作ってくれたクリエイターさんに感謝だぜ。でも今回は道は斜めにせずに直線にするつもりだ。なるほど、斜めの道に面したハンバーガーショップを作る技術、マリサにはないものね。そうだな。斜めの道はおしゃれに見えるけど使いこなすのは結構難しいぜ。なので今回は無理せず飾り付けだ。一旦ここで道の角に桃を植えてだな。これも前回と変わりなくね。そして道沿いには白いプルメリアを植えるぞ。でも白いプルメリアを選んだのは失敗かもしれないぜ。なぜゆえに？今の勢いならプルメリアが咲く前に島が完成しそうだからな。6月までに完成はありえないから安心しなさいよね。プルメリアを植えたら奥に崖を作ってだな。ウェンディさんのお家の移設場所にタヌキチマークを貼ってと。なんか間違えたな。道とお家の間を3マス開けておこうと思ったからタヌキチマークを貼り替えただけだぜ。なるほど、何か飾りたい家具があるのね。いいな。まだどんな家具を飾るのかは全く決めてないぞ。今回は最初からハンバーガーショップをしまくりするつもりだったんでしょ？実は何を作るのか全く計画なんてしてなかったんだ。やっぱりそうなのね。いや本当にあの時ウェンディさんに出会ってなかったら、一体どうなっていたか。ウェンディさんに感謝だぜ。マリサはいつも行き当たりばったりだからね。計画しても計画通りにいかないのが人生だからな。この奥へ登る階段を作ろうと思ってたんだった。待ってましたー。ナチュラルなスロープと石の階段は禁止だなも。そう言われると思ったからレンガの階段一択だな。ナチュラルなスロープが禁止というだけで嬉しすぎるんですが。喜びすぎて語尾がダナモじゃなくなってるわよ。超素晴らしいリクエストに感謝だなも。必要なものを注文しておかなくては。本当にマリサはカウンターテーブルが大好きね。当然カラーはブリックウッドを選ぶぜ。そして入り口にはこちら。飾り柱。こちらは赤レンガを選択。レンガばっかり選ぶのね。島のテーマがレンガな街になっちゃいそうだな。それとスタンド看板、これはハンバーガーショップには欠かせないアイテムだぜ。リメイクにハンバーガーショップの看板があるものね。それではいつも通り匠ライフでもお買い物が。そしていつも通り余計な買い物もしてるのね。缶詰も変なテレビも役に立つかもしれないじゃないか。ただの無駄遣いにしか思えないんだけどね。ちなみに働きたくないので、簿記の調達方法は両替なんだよな。こういうシステムがあるからお仕事から逃げてるわけね。両替には制限があるからお高いものが買えないのが辛いところだぜ。その問題はいっぱいお仕事をすれば解決するんですが。聞こえない。次の日。それじゃあハンバーガーショップの敷地内に貼るマイデザインをお借りしようかな。また英語で検索してる。英語でウッドデッキ。これでいっぱいマイデザインが。あまり引っかからなかったようね。もしかして何か間違えたかな？でもハイクオリティなマイデザインが見つかってよかったぜ。お借りするのは1枚だけなのね。家具をいっぱい置くから1枚借りれば OK だな。いろいろ植えたいからレンガのマイデザインとの間を一マス開けておくぜ。大体何を植えるのかは想像がつくわね。それでは購入の時に言った通り入り口に飾り柱を設置してと、柱の横の一マス奥にカウンターテーブルを設置だぜ。よくあるパターンよね。なかなか新しいパターンが思いつかないぜ。収納にいっぱい花壇が余ってるから。改造の兄貴、ブラウンにリメイク頼むぞ。出たまたレンガ。レンガって本当に素晴らしいですね。次回のしまくり、レンガ禁止になりそうね。そんな先の話をしたら楽しめないぞ。そんなところに素朴なパーティライトを。目立つようにホワイトを選択してみたぜ。
そして忘れちゃならないスタンド看板のリメイクだ。看板をこんな風にリメイクできるのならフィレオフィッシュみたいなハンバーガーをお料理できるようにしてくれればよかったのにね。次回作のお料理レシピに期待だぜ。看板は一番目立つところに設置ね。そんでもって植物パーテーションはここに並べるぜ。なんだこの奥の白いレンガの場違い感は。知らんがな。せっかくだから赤にリメイクしてきたぜ。二度手間だったわね。そして隙間には、また出た白いプルメリア。でも奥にはサクランボを植えておくぞ。桃ばかりって言われたくなくてサクランボに変えてきたな。置くものがなくなったから、お取り寄せの前にお店チェック。使えそうな家具はなさそうね。いやいやレイム。このカプレーゼサンド、テーブルに置くのにぴったりじゃないか。それじゃああとはお取り寄せ。島と練り粉？またレンガな家具を使うつもりね。やっぱ今の時代レンガだぜ。ちょっとある理由があってアウトドアキッチンを注文だぜ。とある理由って？断捨離した時にキッチンを全部売ったし石がないから石造りのキッチンが DIY できないしで、料理が作れないんだぜ。なるほどそんな悲しい理由があったとは。今日は無駄遣いせずに必要なものだけ注文だ。やっぱり昨日買ったのは必要ないものだったわけね。まあ今回の動画では活躍の場はなさそうかな。次の日、島と練り粉はお家の両サイドに設置。うまく崖が隠せそうね。崖が見えるのはちょっと不格好だものな。ここにはウッドパーテーションとアルミウッド家具を飾るぜ。濃いめの色を選んだのね。ウッドデッキのマイデザインの上には黒い家具の方が目立つんじゃないかと思ってだな。あ、その椅子座れないわよ。ただの飾りだから座れなくてももう満体だぜ。それではハンバーガーお料理だ。まあベーグルばかり作ると予想してたわ。次回作ではフィレオフィッシュ本当に頼まい。私はですね。はい静江さんわかったからね。ジンギスカンをぜひ。そっちは絶対ありえないわよ。あ、そういえばカウンターテーブル用の椅子をまだ用意してなかったぜ。というわけであんまり目立たないだろうから無難な木製のスツールを DIY だ。確かに無難な選択ね。でも目立たないけどきちんとリメイクしちゃうもんね。ドヤ顔で言うほどのことでもないわね。やっぱりチェリーウッドは綺麗だぜ。あとはお部屋のリフォームよね。お部屋のリフォームよりも何よりも、先にこの余った土地の飾り付けをやってしまうぞ。ちょっと公園くらいしか使い道のなさそうな土地ね。困った時の公園はまだ作りたくないかな。そうね。島繰り第2回目で困ったなんて言ってたらこの先思いやられるものね。住民さんのお家を移設するにはスペース不足だから、何か小さな建物を作ろうではないか。というわけで建物を作るといえばこれ。西部の街並みはド定番アイテムよね。とりあえずホワイトを5個注文しておくぞ。いらっしゃい。匠さんにまた買い物だけ買って思われてるわよ。気にしないもんね。よしよしまた使えそうなものが売ってるじゃないか。フレームマシーンは派手に飾る場所には使える家具だと思うけど、そんな場所あったっけ？それよりも何よりもこのベビーベッドの方が使えそうだぜ。建物って託児所にするつもりだったのね。託児所？そんな難しいもの作れないぞ。だって今ベビーベッドを2つも注文。夏に完成予定だからマリングッズのレンタルショップを作るつもりなんだが。なんじゃそら。次の日、ここの手前にレンガの道を塗ってと、そしてお店の敷地内にはこちら。なんか新しいマイデザインが出てきたわね。実はこのマイデザインは新しくお借りしたものじゃなくてだな。だいぶ前にお借りしたマイデザインなんだぜ。確かに見覚えがあるかもしれないわ。ひとまずここに崖を作ってと、西部の街並みで囲っていくぜ。建物の作り方の代表例みたいな感じね。崖工事を奥までやってと、手前の崖は削ってしまうぜ。要するに工事ミスってことね。まあ長くしまくりをやっててもミスはなくならないぜ。では次崖の上の飾り付け。当然上の段にも西部の街並みよね。いや、西部の街並みだけだと思うなよ。あ、高い部分を託児所にするのね。託児所じゃないって言ったじゃないか。下の段に西部の街並みを置いてベビーベッドをちょこっと隠すとあら不思議。ベビーベッドが柵に見えるわけね。シンプルなパネルを横板張りにリメイクしてと。この横板張り他の色もあればよかったのにね。そうだよな。サーフボードはこの辺りでいいかな。それと非売品のロッドスタンドも飾ってと。飾るものがなくなったのね。ちょっと待ってくれまだできることがあるぞ。砂の道を塗ってるということは、マリングッズレンタルショップだからヤシの木でも植えてみようと思ったんだが。悪くはないと思うわよ。ここにもウッドデッキのマイデザインを貼ってと、アウトドアキッチンもレンタル商品としてここに置いておくぞ。うまく活用できてよかったわね。それじゃあもう少し飾り付けしたいから。レトロなアイスケースなんて飾るの？暑いシーズンに活用するお店だからアイスは売れると思うんだけどな。なるほど。クーラーボックスもあると便利ね。それと砂浜も飾りたいからラタンのサイドテーブルも注文だ。まさかもう砂浜を飾るなんて。そして今日もやってまいりました。あらいつもお買い物ありがとうね。どうやら匠さんに感謝されて。全く口が動いてなかった気がするのは気のせいかな。私には感謝の言葉が聞こえたんだが。アイスのケースはここに設置だ。浮き輪はこっちで、クーラーボックスはアイアンウッドチェアの上に乗せておこうかな。地面に直置きはちょっとって感じよね。さあ手前の砂浜も勢いで飾ってしまうぞ。なんか色々買ってたみたいだけど、とりあえず丸太のロングソファを DIY してみたぜ。ハンモックやらキャンドルは後で飾るのかな？キャンドルはこのモロッコプフの上に乗せるんだぜ。それは先週のしまくりの時に買ったやつ。ほら小物を乗せるのにちょうどいいだろ。でもマリサの考えたアイディアじゃないでしょ？海外の方のアイディアだぜ。
で、このヤシの木の横には匠ライフのハンモックとラタンのサイドテーブルを設置。二つずつ買ってたから左右対称に置くつもりね。砂浜はこんなもんで OK だな。ヤシの木が育てば完成ね。さてウェンディさんのお家のリフォームを、と思ったけどその前に道に飾る家具を購入だ。なかなか進まないわね。木漏れ日広場の飾りと、フォーチュンクッキーワゴンを設置してと、ちょこっとウェンディさんの部屋の様子を確認しておくか。ウェンディさんの部屋って？やばいウェンディさんが病気じゃないか。先に確認しておいてよかったわね。住民さんが病気だとリフォームできないからな。というわけでやっとリフォーム開始だぜ。よく見るとこの部屋って飾り付けが雑よね。でも使えそうな家具は少し再利用してみようかな。それはそれで面白いかも。とりあえずこれだけ残してみたぜ。まずはダイナーなカウンターテーブルとジュークボックスを部屋の真ん中に置いてだな。レジにするの？いや、カウンター席にするぜ。見たまんまね。奥の壁は赤レンガに変えてと。部屋の中もレンガ？当たり前だぜ。カウンターの向こう側にはシステムキッチンと厨房の調理台、それとフレンチドア冷蔵庫を設置だぜ。典型的な厨房って感じね。典型的で何の問題もないぜ。でもどうしても必要なのがこのフライヤーだな。ご一緒にポテトもいかがですかってやつね。これどれがポテトなのかわからないんだけど。レンガに合わせてレッドにすれば？じゃあそうするぞ。キッチンの上にはフライパンを。若干サイズがおかしい気がするけど。IH コンロの上に乗せられる家具が他にないからしょうがないじゃないか。壁にはキッチン吊るしとボトルのボールシェルフを設置だぜ。これは定番中の定番の飾り付けね。放浪看板がなんかいい感じだからゴミ箱の上あたりに飾っておくぜ。これなんて書いてるのかしら？私にはわからん。椅子は当然ダイナーなカウンターチェアだぜ。飾るのただなんだからヴィンテージなスツールでもよかったのに。そうすればよかったかな。次は入り口付近を飾り付けだぜ。もともと部屋にあった家具ばかりね。でもこのピンボールだけは部屋になかったからな。最後に天井に家具を設置していくぞ。マリサの大好きなあの家具の出番はあるのかな？今回はドレープの出番はないぞ。なんか油が染みついてめっちゃ汚れてしまいそうだからな。なんでそこだけリアル思考なわけ？というわけでだな。床があまりにも派手だったのでモノクロ P タイルに変えてみたぞ。カウンターの上のデュアルディスプレイは絶対飾ると思ってたわ。というわけで完成した姿をお見せするぞ。すでに夏って感じがするのは気のせいなのかな？いやいやまだ春も来てないんだから気のせいだぞ。今回のしまくり、よかったよと思ったらグッドボタンを押してほしいぜ。次回はマリサさんがすごいものを作るので期待してほしいのだ。まだ何も考えてないんだが。なんだこのエンディングは。